はいどうも、アンバージャックでございます。今回はですね、日本の小さなスプーンの魅力を伝えたいということでございますね。どういうことかと言いますと、まずですね、普段私が釣りしてる場所はですね、ヒューロン湖とかミシガン湖の防波堤でございます。で、大体ですね、水深が、3メートルとか4メートル、深いところで5メートルぐらいありまして、そんなにね、水深は深くないんですけれども、場所が広大なので、大きなスプーン、重いスプーンとかを使って、広い範囲をね、探るということで、そういうものを使っております。ただですね、今の時期の、特にヒューロン湖なんかはですね、実はベイトのサイズがめちゃくちゃ小さいんですね。2センチとか3センチぐらいですね。それぐらいしかないです。ターゲットはですね、大体スチールヘッドとかアトランティックサーモン、後方サーモンになりまして、後方とですね、アトランティックサーモンは産卵のために接岸してますので、あんまり口を使わないんですね。一方でスチールヘッドっていうのはミノをこう追ってきてますので、なのでスプーンだとスチールヘッドがよく釣れるんですけれども、ただですね、やっぱりマッチ・ザ・ベイトじゃないですけれども、ベイトのサイズがね、2、3センチっていう小さなベイトに対してスプーンがですね、5センチとか6センチとかそれぐらいになってくると、あんまりその食いが良くない、釣れないような印象があります。ということでこの時期はですね、特にヒューロン湖の防波堤は小さいスプーンが非常に有効ですね。で、アメリカにもですね、小さいスプーンはたくさんあるんですけれども、やっぱりですね、日本の小さなスプーンの方が泳ぎですとか、あとはその塗装ですとか、そういう面で品質がすごい安定してると思うんですね。なので今回は日本のね、小さなスプーンの魅力を伝えたいという話になっておりますね。缶釣りなんてね、してる方は1g とかそんなスプーンを使われてますので、そんな 4g、5g のスプーンなんて小さくないでしょうっていうご意見もあると思うんですけれども、僕がですね、こちら普段使っているスプーンはどうでしょうね。やっぱり7センチ以上あったりですとか、あとはこちらもね6センチぐらいありますんで、今のヒューロン湖のベイトのサイズの倍ぐらいありますね。なのでそれに対してね、今回ちょっとご紹介していくスプーンっていうのは2、3センチっていうものがほとんどなんで、やっぱりこういうものに比べると小さいと思いますね。それでですね、このスプーンがね、よく僕が使うスプーンなんですけれども、まず左からですね、これチヌークですね。チヌーク S の 4g ですね。でやっぱりチヌークはですね、小さくなってもその泳ぎですとか飛距離っていうのは抜群に良くてですね、特にね、スチールヘッドとかをよくこれで釣ってますね。あとはですね、この同じくダイワのクルセイダーっていうものがありますね。でこのダイワクルセイダーのいいところはですね、これ蓄光カラーが割と豊富なんですね。だから夜、釣りをする時なんていうのはこのクルセイダーをよく使いますね。次にですね、これスミスですね。スミスのDS ラインっていうスプーンなんですけれども、飛距離もいいですし、泳ぎも良くてですね、僕はヒューロン湖のスチールヘッドとかほとんどこれで釣ってるかもしれないですね。これが5g。かな。先ほど広報とかアトランティックはあんまり口を使わないって言ったんですけれども、釣りをしてるとたまにアトランティックがベイトを追いかけ回してるシーンとかをよく見るんですね。でそれはひょっとすると捕食のためじゃなくて、何かその威嚇だとかイラついてベイトを追いかけ回してるだけかもしれないんですけれども、スプーンがですね、時として有効な時があるんですね。やっぱりそれがサイズがでかかったらアトランティックが逃げてしまうんで、そんな中でですね、僕はこのフォレストのミュウですねでアトランティックサーモンを釣ってますね。なのでアトランティックを釣る時なんていうのはこのミュウがおすすめですね。ざっとご紹介しましたけれども、もっといいスプーンがあるよとか小さくてももっとおすすめのスプーンはこれですみたいなご意見があったらコメントでいただきたいんですけれどもね。ということで今回はね、これらの小さなスプーンを使ってね、釣りに行ってみたいと思います。いや、来ましたね。これ多分スチールヘッドですね。ちっちゃいです。めちゃくちゃちっちゃい。バスかもしんないです。でも引いてないけど。引いてますけど、でかいバスかもしれないです。ひょっとしたらスモールマウスとか。
あ、ちっちゃ。はあ。でもやっぱちっちゃいな。ちっちゃいっすね。ちょうどいいぐらいじゃない？はい。薄いぐらい。来ました。多分スチールですね。あ、違う。アトランティックです。スプーンです。でかっ。ちょっとくださいね。はい。次でいけると思います。よいしょ。ほい。あ、はい。うわすごいお腹が。ー、やば。お腹すごい。すごいこれ。ありがとうございます。これオスよね。これはオスですね。はいどうもワンバージャックでございます。今からですね、先ほど釣ったアトランティックサーモンをさばいていこうと思います。ちょっとね、ああいうもうカラーの魚体をね、私さばいたことがないので、アトランティックサーモンはね何度か釣ったことがあるんですけれども、あそこまでこう成長成熟した個体をねさばいたことはなかったんで、その身がね一体どういう色になっているのかっていうのはね非常に興味がありますので、今からさばいていきたいと思います。いやー、なんか釣った時はもうちょっと黄色かったんですけれども、色がだいぶ変わりましたね。サイズがですね20、40、60、多分78センチぐらいですね。はい、ということでさばいていきましょう。もうね、これ鱗がね全然取れないですね。頭がなかなか落ちなかったですね。ちょっとねストリングを分かしてもらいましょうかね。口がすごいですね。これなんでこんなに口が曲がるんだろう。閉じられないですよね。あ、でも閉じれるわ。ってことはやっぱり見てこれ、ここがへこんでるんですね、こうやって。はあ、なるほどね。やっとね3枚におろすことができましたけど、もう身が真っ白でね、ちょっと申し訳ないですけど美味しくなさそうですね。はい、というわけでですね、塩焼きを作ってみました。まずね食べる前にこれ外観がですね、やっぱりこの酒っぽいピンクというかオレンジさがもうないですね。中もねこうやってほぐしてみるとねこんな感じですわ。これね、もうどっちかというとちょっと白身魚みたいな感じですね。肝心のねお味を確かめてみたいと思いますね。まずくはないですね。むしろ美味しい。美味しい。うまいね。油はないですけど、なんかさっぱりしてて食べやすいですね。美味しいです。ただね、僕の塩焼きが上手だったっていうのはあるかもしれないですけどね。味は美味しいです。ただやっぱりですね、ちょっとさばいてる時に思ったのがですね、身が白いと。で、その身の白さはですね、やっぱり色素もね、エネルギーに変えて、で彼らのね、生命活動をこう全うしようとする、そういう結果で身が白くなってますからね。だからやっぱりちょっと食べたりね、さばいたりするのには抵抗がありますね。だったら釣るなっちゅう話なんですけれども、やっぱりね、釣り味としては面白いんで、今後はね、釣れたらリリースかなと思いますね。ただ味は美味しいです。はい、というわけで今回もいい兆候になりました。また次の動画でお会いいたしましょう。